せいちゃんのこと残念だったね。私たちの中で赤ちゃん第1号かと思ったんだけど。そうだね。今回のことで一番残念がってるのはせいちゃん本人だろうし。ご主人様、大丈夫？これはもうあれだね。ご主人様にはもっと頑張ってもらって、私たちみんなと赤ちゃん作るしかないね。そうすればさ、今回のことも無駄にはならないと思うし、みんなも幸せな気持ちになれるって思うんだ。はいはい、私もトーカ様の意見に賛成。ご主人様にはらませてもらいたい。入る前に声はおかけしたのですけれど、こちら今回の軍備費用の申請書です。せいちゃんのこと気になさっていらっしゃるのですね。ならやはりトーカ様のおっしゃるようにご主人様に頑張っていただくしかありませんね。今回のことはリリも残念がっていましたから、母親としては娘に寂しい思いをさせたくないのです。ですから今度はリリに正真正銘血のつながった弟か妹を。抜け駆けしようとしてる。ずるい。そうだそうだだってご主人様と子作りしたい。あらあら、バレちゃいましたか？この際だからみんないっぺんにご主人様に愛してもらって、みんなでお腹大きくなっちゃうとかどうかな。それだよタンポポ様。これから毎晩みんなご主人様に仲出ししてもらって、ご主人様ならいけそうな気もするけどな。何って。それはもう。言っていいの？ご主人様。せいちゃんなら夕方まで町のケーラに出ているはずですけれど。さてさて、どうした？その程度か？先ほどまでの威勢はどこに行った？やはりずいぶんなまっているようだな。
やはりしばらくは鍛錬が必要か。二の腕にも余計な肉がついたままだし、これはしばらく愛者たちに頼んで相手をしてもらって。やろうと言われてはいと答える女子などおらぬよ。かといってお主らを見る限り、お主らの故郷が私のような女顔の美丈夫揃いの国とも思えぬが、はて。やれやれ、この程度では腹に子がおると遠慮しておった頃でも運動にはならんな。誰か暇な者がいるなら城の警備隊を呼んではくれんか。すまんが縄の持ち合わせがないのだ。おや主、いやはや、これはお恥ずかしいところを見られたものだ。余裕も何も油断のしようもない相手でして、勘を戻すのも一苦労です。それよりお仕事はどうされたのですか。ほう、さようか。ええ、ではご一緒させていただきましょう。では乾杯と参りましょうか。そうですなあ。では久しぶりの盟友との再会に。やはり酒は百薬の長。まさしくなまった体に活力がよみがえるようですな。意識していたわけではありませぬが、飲む機会がありませんでしたもので。主は私のことを一体どう思っておいでなのかよくわかり申した。とはいえそれだけ主の部屋での生活に馴染んでいたということでしょうな。あの生活に慣れ始めた頃に妊娠などしていないことが発覚しましたからな。それはもちろん腹の子を思いながら日がな一日を過ごすのも悪くはありませんでしたが、やはり私には酒と槍が性に合っておるようです。とはいえ主の部屋でダミンを貪るのも慣れればそう悪くはありませんでしたぞ。おっしゃいますな。勘違いであったとはいえ母親になる気持ちというのも味わえましたし。別に落ち込んでなどおりませぬ。気遣いなら杯の酒だけ気にかけていただければ構いませぬよ。相変わらず主は読みやすい。はい、それに主が思うほど私は弱い女ではありませぬぞ。
ならばその主の優しさにつけ込んで甘えててもみますかな。おや、涙をためて懇願した方がお気に召しましたかな。なら次は試しに泣いてみますかな。それともはてさて、本当にそうであればよいのですが。酒はもう飲めませぬか。ええ、できればもう少し相手をしていただきたいところです。私のお気に入りの場所がありますので、そちらで続きをやりましょう。ええ、そうです。ここが今の私にとって一番落ち着ける場所ですから。ここで過ごした時のことを思い出しまして。短い間ではありましたが、ここで主と一緒に過ごしていたんだなと、そう思ったのですよ。思えばまるで夢のような、今までの私では考えられないような、そんな生活だったなと。はじめは部屋に閉じこもり怠惰に過ごすだけの退屈な時間だと思っておりました。己の部を頼りに諸国を渡り歩いた私が、まるでカゴの鳥ではないかと一人自重したものです。それが皆の祝福や優しさに触れるたびに、命を授かること、母親になることを真剣に考えるようになっていた。覚えていますか？リリが私の腹に耳を当てて赤子に話しかけていた時のことを。主やリリにはまだ声は届かないと言っておりましたが、誰もいなくなった後、話しかけてみたりしていたのです。不思議な気持ちでした。よもや自分がそのようなことをするとは思いもしませんでしたから。私も女なのだなと、母親になることを受け入れ、子を持つことを望んでいるんだと、そう気づいたのです。まあ結果ただの早とちりで、私の腹には赤子などいなかったわけですが、改めて診断結果を聞いてから自室で生活を始め、強い喪失感に苛まれましたよ。私は何もなくしてはいないのに。おっと、いけませんな。久しぶりの酒だからか、酔いが変な方向へと回ってしまっている。今のは聞かなかったことにしてくだされ。そういうのは、そう、私らしくありませぬから。そうですよ。
主？首里たちと勉強会をしているという話は聞いておりましたが、おもちゃや寝具の話は初耳ですな。そうでしたか。それは何とも申し訳ございませぬ。これはまた風情も何もないまっすぐな物言いですな。お前が欲しいですらなく、子供が欲しいとは。ですが、いつもと違う今宵の私には妙に響いてしまいます。抱いてくださいませ、主。私に主の子をはらませてくだされ。なるほど。いかにも職の面々がやりそうな騒動ね。どうかだけならまだしも、あの聡明な首里やひなりまでもがそうなるなんて。これも国の色とでも言うのかしら。お腹が膨らみ始めた獅子を見て、もう少し取り乱すのかと思ったのだけど、すでに覚悟はできていたというわけね。カズト、ぼんやりしてどうしたの？そんなに私と一緒にいるのは退屈？せっかくの二人きりの時間なのに。じゃあ手をつないで。そしたら許してあげる。赤ちゃんか。それはまあ、世継ぎは必要だし、カズトにはそういうお役目もあるわけだから、私だって例外じゃなく。っていうか、夕べみたいに何度も中に出されたら、そのうち私のお腹にもカズトも。って
を言わせるのよ。おかえりなさい、ご主人様。そしてレンファちゃん、職へようこそ。おかえりなのだ。レンファ殿も遠路はるばるご苦労だった。公務は明日以降ということにして、今日はゆっくりと旅の疲れを癒してくれ。ありがとう。そうさせてもらうわ。それにしても蜀は相変わらず賑やかなのね。前回の宴にも驚かされたけれど。まるで国を挙げての祝い事でも行うような、そんな雰囲気よね。それはそうなのだ。だって今日はリンリン、我々はレンファ殿を部屋へとご案内しようではないか。ささ、レンファ殿、こちらへ。そうかな。もうご主人様ったらせっかちなんだから。とりあえずお部屋に荷物を置いてちょっと休憩したらいいんじゃないかな。宴の準備ができたら呼びに行くからね。そうだね、すぐにわかると思うよ。おかえりなさいませ。ませ。さあ。私たちそろそろ行かないと。ね、シュリちゃん。失礼しましゅ。何をブツブツおっしゃっているのですか？皆にここにいるように言われたのです。主を驚かせようと、そうなりまして。どうされました？そんなに口をあんぐりと開けて。見事なものでしょう。我が身ながら私自身も驚くほど大きくなってしまいまして。さすがは主、我々の期待を裏切らない反応だ。そうですなあ。最初にもしやとなったのは主が義を出立する少し前でしょうか。
また勘違いだったら恥ずかしいではありませぬか。お役目を放り出して私に会いに来てくださいましたか？この子の時代を戦乱の世にするわけにはいきませんからな。だから主には知らせぬようにと首里たちにも口止めを頼んだのです。待っていれば主はお戻りになる。知っていただくのはその時で構わないと。そうして待つ間に気づけばこんなにも大きくなり、どうせなら主を驚かせてやろうとそうなったのです。お気を悪くされましたか？私も嬉しいです。日に日に大きくなっていくお腹を撫でながら、主にこの子のことを伝えるのを心待ちにしておりました。主ならばきっと喜んでくださると、そう思っておりましたから。え？本当に元気な子で、日に何度もお腹を蹴って私を驚かせてくれるのですよ。頬が緩みっぱなしですぞ、主。喜んでいただけて何よりです。主のその思いが母親になる私には何よりも心強い。他国の母に叱られてしまいそうですな。ではお父さんのその言葉に甘えてしまいましょうか。ああ、そのようなことも申しましたな。使うべき時が来てしまいましたからな。生まれてくる子が男の子であれば、ダメだって。大丈夫ですか、トーカ様。こら、リンリン。押したのはリンリンじゃなくてスイなのだ。いや、だってほら、声が聞きづらかったから、こう。なんでもいいのでどいてください。重いです。ごめん。盗み聞きなんて明日ないですよ。とか言いつつ、ルオちゃんもちゃっかり聞き耳立ててたよね。私はみんなを止めようと。さっきごっくりって唾飲み込んでたの聞こえた。ルオちゃんだって女の子ですもの。気になるわよね。いやー、お腹の大きくなったせいちゃんを見て、ご主人様がどんな反応するのかなーって、
みんな気になっちゃって。良いではありませぬか、主。皆祝福してくれているのですから。名前については今夜にでも二人きりいえ、3人の時にお話ししましょう。